これが超広角4800万画素になっていいところですね。この換気扇の音が鳴ってる状態でも声を聞き取れるのか。119、114。どうもこんにちは、まみよしです。ついに iPhone16 Pro 届きました。ちなみに iPhone16 と16 Pro Max も届いてます。ということで今回の動画ではこちらの iPhone16 Pro 実際に15 Pro と比較してどうなのか、新しく搭載された4800万画素の超広角5倍レンズとか、あと個人的に期待してるのが高音質になった4つのマイク、これかなり期待してるので実際に比較レビューの方をしていきたいと思います。やっていきましょう。そうしたらこちら iPhone16 Pro ホワイトチタニウム開封していきます。ペリペリよいしょ。パン。ちょっとあれだ、寒色系になってるかも。15 Pro のホワイトよりめっちゃいいわ。カメラリングの部分も光沢仕様になってます。今までは艶消しだった。全然違う側面。なんかすごいです。これ今までは本当にマットな質感だったんですけど、今回はなんて言うんだろうな、これ本当にツルツル、触り心地もちょいツルみたいな感じですね。カメラ部分かっこいい。これホワイトいいな。ちょっと後でねデザートも開けるんで。付属品は USB-C ケーブルと SIM ピン以上。説明書も何もなしと。そうしたら今回こちらの iPhone16 Pro につけるフィルムに関してはこちらベルモンドのガラスフィルム、合計6種類あります。アンチグレア、ブルーライトカット、そしてブルーライトカット、覗き見防止のアンチグレア、覗き見防止の高光沢、アンチグレア普通のやつっていう感じです。今回全部貼ってどれが一番いいのか決めます。今回これ結構貼りやすくなってるらしいんで、まずは普通の方のフィルム貼っていきます。オープン。このガイドに関しても2つ両方とも入ってますね。結構フィルムだけ替えが入ってるってやつ多いんですけども、このガイドが2つ入ってるのは結構嬉しいかも。で吹き上げキットとかですね、今回は新品のやつに貼るんで使いません。緊張の瞬間、まずはペリペリ剥がす、かぶせて一応引っ張る、シュッ。軽い力で引けますね。スワイプ、そして上にもスワイプ。貼り付け早い。さあ奇跡の瞬間。気泡がちょっと入ってるぐらいかな。なんかね、今回のベルモンドのやつはこの吸着のシリコンを強くしたって言ってて、吸着力が上がったらしい。そのせいで気泡とかがちょっと入りやすくなったって言ってたね。入ったとしてもこうやってヘラで出してあげるといけます。こんな感じでかなり綺麗に貼れました。そうしたら電源入れていきますか。電源オン。すごいベゼルめっちゃ薄くない？全然違うわ。15 Pro とちょっと少なくなったと思いきや結構わかりますね。そしたらデータ移行の方できたので早速チェックしていきましょう。まずは iPhone15 Pro と16 Pro でベンチマークの方を比較していきます。アンツツベンチマークが146万9007から166万9904にアップしてます。20万点ぐらいアップした感じ。内訳としてはこんな感じになってます。結構 CPU、GPU が強化されてっていう感じですね。続いてギークベンチのスコアが2729から3214、マルチスコアが6631から7900にアップ。 GPU 性能は25446から33039にアップしてます。 GPU 性能っていうのは例えばゲーム性能とか、あとは動画編集する時の性能に大事な数値なので、そういった作業をやる人にとっては今回の進化はかなり大きくなってます。続いて AI スコアの結果がこちら。シングルが3871から4528、合計のスコアが32008から44611になってます。なので Apple Intelligence の AI の機能を使う時の速度っていうのは16 Pro の方が圧倒的に速くなってます。そうしたら今回の目玉であるベゼルの細さ、そして画面の大きさっていうのをチェックしていきましょう。左が iPhone15 Pro、右が16 Pro になります。こうやって見ると全然違いますね。 iPhone15 Pro がベゼル 2mm なのに対して16は 1mm になってますね。なのでベゼルが半分の太さになってます。開封して一番最初に感動したのがこのベゼルの細さなので、ここはねかなり体感差っていうのは出てきます。で画面サイズの大きさに関してなんですけども、正直ねあんまり違いないかなっていう感じですね。ベゼルは細いけど画面が大きくなったっていう感じはないので、画面サイズ大きいからプロシリーズを選ぶっていうことはしないでいいと思います。ほぼほぼ誤差みたいな感じです。ちなみに本体のサイズ感の比較に関してはこんな感じ。15 Pro と16 Pro です。若干縦に少し長くなってますね。横幅に関してもほんの少しっていう感じ。でも持った感じはねあんまり違い分かんなかったですね。重さはちょっとだけ重くなってます。下合わせるとこう
で横を合わせるとこんな感じ。 iPhone15 Pro の片方のベゼル分くらい変わってます。1ミリぐらいか。じゃあちなみに側面の質感に関してはこんな感じ。15 Pro よりも16 Pro の方がテカテカ感が増してます。でも14 Pro みたいにめっちゃギラギラ光ってる感じではない、なんかいい感じの塩梅の光り方ですね。これめっちゃ気に入ってます。で iPhone15 Pro は今までカメラリングこんな感じのチタンなんだけど光沢が少ない感じだったのが、今回かなり光沢が増してますね。側面と一緒か。この辺も結構デザインに大きな影響出てると思います。持った感じ印象違いますね。続いては今回 iPhone16 Pro 高音質なマイクとか 4K120fps が撮れるようになったので、その辺ちょっとチェックしていきます。まずですね、今回動画を撮る時の新しい設定っていうのが増えてます。 iPhone の設定をタップして、この中からカメラをタップ、サウンド収録っていうところがあって、こちらをタップして、最初はねモノとかステレオになってると思うんですけども、こちら空間オーディオにすることによって新しい背景のノイズをカットしたりするモードっていうのが使えるようになります。16シリーズ買った人は必ずこの空間オーディオに設定しておくのがおすすめです。風切りの音の低減も自動的にしてくれるっぽいです。これはステレオでもできるのか。空間オーディオがおすすめで、ビデオ撮影に関してはもともとはこのパルフォーマット表示オフになってて 4K2430601020 になってると思うんですけども、こちらをオンにすることによって間の25とか100フレームっていうのを選ぶことができるようになります。関西だと関係ないんですけども、関東の場合はこの25とか50そして100で撮影することによってフリッカーが出なくなるので、関東の人はパルフォーマット表示をオンにしておくのがおすすめです。設定に関してはそんな感じ。じゃあ早速見ていきましょう。まずこちら押します。でビデオをちょっと適当に撮影してみて、カメラロールを開いて真ん中の下にある設定のマークを押してあげると、ここにオーディオミックスっていう新しい機能がついてます。ここで標準だと普通の音声、フレームにするとその画角に入ってる人だけの音を使う。でスタジオだとこう音の反響とかをなくす。でシネマティックはちょっとよくわかんない。こんな感じで音の種類を変えられるみたいな、背景の雑音をカットできるっていう感じですね。これ結構すごいのでちょっと試していきましょう。そうしたら今動画撮ってみたので、実際にどんな感じで聞こえるのかチェックしていきます。じゃあまずは普通の音声聞いてみます。ということで今 iPhone16 Pro のメインカメラで 4K100fps で動画の方を撮影してます。で今手目いっぱい伸ばしてる感じで画角こんな感じ。これ間違えて60で撮ってました。でこの設定ボタンを押すことによってこのオーディオミックスっていうのが新しく追加されてます。これオーディオミックスをオンにするにはさっきの空間オーディオで録画しないといけないので、そこ注意してください。そうしたらここで徐々に変えてみます。で今回マイク性能もかなり良くなってるので結構クリアにエアコンの音これ聞こえてますね。じゃあフレームにしてみます。かなり良くなってるので結構クリアに音声聞き取れるはず。これはモノラルになるんだね。フレームにするとなってるので結構クリアに音声聞き取れるはず。エアコンの音とかはなくなってますね。じゃあスタジオなくなってるので結構クリアに音声聞き取れるはず。で今回マイク性能もかなり良くなってるのでなんかちょっと響いてる感じある。音声聞き取れるはず。じゃあ次シネマティック。今回マイク性能もかなり良くなってるので結構クリアに音声聞き取れるはず。なるほど。下のこのバーでどのぐらい強度を上げるかっていうのもチェックできます。でちょっとキッチンに行って換気扇つけた状態でどうなるのかチェックしていきます。標準から。はい、これ今換気扇めちゃめちゃうるさく音鳴ってるんですけども、どうでしょうか。じゃあここをフレームにしてみます。換気扇めちゃめちゃうるさく換気扇も入ってるから全部マックスでじゃあ比較してみますか。はい、電子レンジも回しました。全然聞こえないね。この換気扇の音が鳴ってる状態でもしっかりと声を聞き取れるのか、声は劣化してすごいな。劣化してるっちゃしてるけどしてないのかもチェックしてみましょう。めちゃめちゃ聞こえるね。普通にしっかりと声を聞き取れるのか、声は劣化してないのかもチェックしてみましょう。あんまかけすぎも良くないか。 50% ぐらいでしっかりと声を聞き取れるのか、声は劣化してないのかもチェックしてみましょう。なるほど。フレームだとこの映ってる声、基本的に自分の声をフォーカスしてくれて、スタジオだとなんか自分の声の低音をちょっと持ち上げてくれる感じで、シネマティックは全体的にもっと音を入れるような感じかな。声を聞き取れるのか、声は劣化してないのかもチェックしてみましょう。換気扇の音が鳴ってる状態でもしっかりと声を聞き取れるのか、声は劣化してないのかもチェックしてみましょう。スタジオが一番いいかな。16 Pro のメインカメラでちょっと違和感あるな。でもフレームが一番自然かな。なので基本的にはこの標準からフレームにしてあげることによって周りのノイズをカットすることができるっていう、そんな感じの認識でいいのかなと思います。このフレーム
はでもすごいね。これ今標準アプリでしかできないので、別のアプリでもできるようになったら嬉しいですね。で、これ試しに 120fps で撮影してみました。こちらのね、右上に速度変更のマークが出てくるので、こちらを押して 50% の速度 60fps の動画を作るのかとか、こうやって選ぶことができます。これ 50% にすることによって、このプロモーションのこの滑らかさっていうのを伝えることができます。スローでも滑らかに動いてます。これがプロモーションのいいところ。まあカメラはそんな感じかな。 4K120 はね、正直あんまり使う機会はないかな。基本的には60とかで全然いいと思います。まあ、100fps っていうのは結構嬉しいかな。フリッカーが出なくなったりするので。で、あとマイク音質に関しては今聞いた感じ結構しっかりしてたので、これはねかなり進化してると思いました。まあマイク性能とかはね、また今後動画画質検証とかで、他の iPhone と比較するので、ぜひそちらも動画も参考にしてみてください。で、あと他変わった点に関しては、あれか、カメラ超広角がマクロ撮影に対応したっていうことですね。まあこれはこの机点々とか全然見えないんですけども、こういう机にある点々まで見えると。他にもこういったものを接写することもできます。超広角だとこんな感じ。これ今まで撮れたんですけども、1倍と2倍みたいにあれはされんのかな、真ん中だけ切り出すってやつは 0.9 と1倍。お、されてるね。これ多分 0.9 1。ちょっと文字くっきりしたするよね。ほら、こっからここなんかほら、ここ画質悪い。これ 0.5 倍のデジタルズームですね。表記は1倍になってるけど、これ多分 0.99 とかなはずで、こっからちょっとズームしていくと、ほらグッとちょっと全体的にクリアになったのがわかると思います。ほら、今なった。これが超広角4800万画素になっていいところですね。なのでこの1倍レンズを真ん中だけ切り出して2倍みたいな感じで、 0.5 倍の真ん中だけを切り出して1倍で画質劣化なしでこうやってマクロ撮影ができる、1倍の画角で超広角を使えるっていうのが今回の iPhone16 Pro のかなりいいところになってます。で、これ写真でも同じで、これ 0.5 倍でこんな感じの画質なんですけども、これ 0.9 倍と1倍で変わるはず。ほら、この辺が分かりやすいかな。ちょっと暗さが変わってるのがわかると思います。しっかりと超広角の真ん中だけを切り出して1倍でも撮影することができてます。これめちゃめちゃ嬉しいな。こうやって近くで撮影するときに高画質でパシャッと撮影することができるんで、これはかなり嬉しいアップデートかなと思います。あとは超広角でこの 0.5 倍で撮った時はもちろん比喩最大にすることによって48メガピクセル4800万画素で撮ることもできます。なので今回のこの iPhone16 Pro に関しては、超広角は別に高画質にならなくてもいいよっていう方でも、この標準の1倍の画角で画質劣化なしでマクロ撮影をしたいっていう方は、超広角カメラが48メガピクセルになった恩恵を感じれるはずです。じゃあちょっと5倍レンズに関しても試してみましょう。これ1倍です。で、これが2倍で、今まではここの3倍まで行きました。ただ今回は3倍レンズなくなったので、これは2倍のデジタルズームになってます。で、ここから5倍いってみます。ドーン。はい、5倍はねかなり綺麗ですね。これで 4.5 倍5倍、ここのガクンってなったところが5倍になった感じです。で、最大は15倍までいくことができます。倍率的にはいいんですけど、ただこれ注意点があって、例えばこれ今1倍です。ちょっと移動して2倍5倍、ここまでいきますね。これ結構近づくと、これいってる？これ多分いってないな。ほら、5倍レンズにならなくなります。ちょっと離れると、これもまだダメか。1倍5倍、これはなるね。なので距離的には30、69、1メートルぐらいは離れないとこの5倍っていうのは有効にならないので、そこだけ注意ですね。今までの15 Pro Max と一緒です。で、あとはゲーム性能ね。今回16よりもさらに16 Pro の方が GPU コアが1コア増えてるので、性能が良くなってるはず。検証していきます。はい、しっかりと A18 Pro チップになってます。今回も画面収録しながら撮影していきます。読み込み完了。じゃあちょっといじっていきますか。まず60コマ出てますね。今の設定が画面で画質を最大にして、フレームレートは120オンになってる。なんか昨日見た時は120選べなかったんですけども、今回120選べるようになってました。じゃあこれで最高画質で120フレームです。チェックしていきましょう。やっぱさすがに出ないかな。でも100、はい、飛んで、64、62、
砂漠だとちょっと重めだな。58しか出てないですね。ちょっと今砂漠にいるので軽めのところ行ってみます。ここの地図は120いけてますね。この辺にパープの速度はこんな感じ。はい、読み込み直後はちょっと重いですね。ちなみに今画面収録もしてるんで重くなってる可能性あり。FPS50 ぐらいだな。ちょっと画面収録一回切ってみますか。65から画面収録切って上がるのか。上がるな。めっちゃ上がる。画面収録はやっぱ重くなるな。でも、やっぱ120、最高画質120はさすがに厳しいな。ちなみに発熱はまあまあしてるかな。今回熱耐性に強くなってるはずだけど、今のところちょっとよく分かってないな。ちょっと画質下げてみます。てか、まずは60でやってみるか。60にすると、ちょっともう一回画面収録する。画面収録してる状態だと普通よりちょっと重いって思っておいてください。今一瞬めっちゃ重くなったな。はい、画面収録してても基本的には最高画質で60、でも47とかなるな。48ぐらいかな。そしたらちょっと画質下げてみます。設定で画質中でフレームレート60。これだと60貼り付きですね。全然めっちゃ軽い。余裕で59。でもたまにカクつく時はあるか。でも基本的には60貼り付きでいけそう。また砂漠行ってみます。はい、移動しました。移動した直後も軽いね。でも貼り付きではないか。じゃあ最低設定で120。最低設定だったら結構 FPS 出ます。119、114。ちなみに今録画してます。たまにこういう火とかが入るとあれかな。100とかまで落ちるときありますね。録画を切ると、うわすごっ。こういうエフェクトがあっても、でも落ちるときもあるか。110。でも基本的には120フレームで滑らかにゲームすることができます。めっちゃ滑らか。でもカクつく時もある。この辺はもうちょい最適化が入ったら FPS もうちょい上がるような気もする。それは今後比較したいと思ってます。基本的に結構ね、今回の A18 Pro チップっていうのはスペック高くなってると思います。そうしたらベルモンドのフィルム全6種類全てレビューしていきます。これね、フィルム黒枠付き僕は結構おすすめしてるんですけども、これしっかりと黒い縁がついてるので、これかなり嬉しいポイントですね。まずは通常モデルもう一回貼っていきます。かぶせて1番を引っ張って2番スワイプ、3番スワイプ。これであとは待てば OK で、これで剥がしてあげる。こういう基本はしっかりと押し出してあげる。こんな感じでかなり綺麗に貼り付けることできました。画質に関してはこんな感じでかなりクリアですね。力強くこすっても全然傷がつくことはありません。強度もバッチリで、この黒枠があることによってケースと画面の隙間っていうのも少なくなるので、引っかかりが少なくなるのもいい点になってます。これがまず普通のベルモンドのフィルムになります。続いてはアンチグレアの方を貼っていきます。アンチグレアだと基本的に画質は悪くなるんですけども、どうでしょうか。中身は基本的に一緒です。こちらも貼っていきましょう。まずはフィルムを剥がしてあげて、ホコリ入れてみました。この状態でホコリがなくなるのかもチェックします。ケースをはめて引っ張ってスワイプスワイプ、徐々にくっついていってます。ここいけそうだな。普通に待てば気泡なくなるね。これで剥がす。かなりアンチグレアになってますね。ヘラで気泡を押し出してあげる。これアンチグレアなので分かりやすいですね。ホコリも全然入ってません。完璧。やっぱりね、アンチグレアっていう特性上画質はちょっとぼやける感じはありますね。ただこのスベスベ感がめちゃめちゃ癖になる。で、ここのカメラ部分はちゃんと光沢になってて、カメラの画質に影響しないようになってます。いいね。ゲームやる人はこのアンチグレアめちゃめちゃおすすめですね。画質はね、若干ぼやける感じはあります。これはでも全部のアンチグレアこうなるのでしょうがないって感じです。このアンチグレアはゲーマー向けですね。で、もちろん傷も全然傷に関してはちょっと後はつきますね。こんな感じです。続いては覗き見防止の高光沢タイプ。かぶせて引いてスワイプスワイプ、剥がします。これで気泡を押し出していきます。今回はね、吸着力がかなりアップしてるので、何年か使ってて徐々に剥がれてきちゃうとか、そういった心配が起こりづらくなってるのがいいポイントです。はい、完成です。残り気泡ゼロ。実際に覗き見防止どのくらいの精度なのか見ていきます。まず横
はい、30度ぐらいで結構真っ暗かな。あ、結構ね覗き見防止強いですね。あ、すごいねこれ。画面の画質劣化っていうのほとんどない。まあ若干あるか。アンチグレアが100だとしたら、この覗き見防止に関してはまあ画質悪くなるのは20ぐらいかなって感じで、まあこれだったら普通に療養できると思います。いいね。覗き見防止で、縦は縦はないですね。まあ、縦ついてるの少ないのと、あと縦ついてるとね、こう二重で覗き見防止になるので、かなり画面の輝度っていうのが落ちます。なので基本的には180度で、まあ、横の人から見えないぐらいでいいのかなっていう感じで思ってます。明るさどのくらい変わるのか見てみましょう。この明るさから剥がすと、あんま変わんないか。こんな感じですね。ちょっと暗くなるかなぐらい。めっちゃ暗くなるっていうわけではないですね。結構優秀です。かなりありです。これはプライバシーを守りたい人におすすめのフィルムですね。続いては覗き見防止のアンチグレア。これいきます。かぶせて引っ張ってスワイプスワイプで気泡を抜いてあげる。これこんな感じで完全に抜かなかったとしても、気泡っていうのは徐々に抜けていくので、ちょっとした小さい気泡であれば放置しといても OK です。こんな感じです。綺麗。ほこりもなし。さあ、そうしたら画質。なるほど。画質は若干ブラーがかかった感じにはなりますね。こんな感じの画質感で、こちらはまずアンチグレア。サラサラです。滑りがめちゃめちゃいい。全然キュッキュなんないね。だからゲーマー向けにおすすめで、こうやってゲームをやるときに、さっきの180度覗き見防止なんですけども、こうやって横画面でゲームをやるときは上側から見えないです。なので電車でこうやってゲームをしてるときは前の人から見えないって感じですね。縦の場合は横から見えないっていう、そういった感じです。このフィルムに関してはさっきのやつの両立ですね。覗かれたくないものがあって、セキュリティを確保したいのと、あとはゲームもしたい。で、反射を抑えたいっていう方はこちらのフィルムもいいです。覗き見防止のアンチグレアとアンチグレアじゃないやつ比べるとこんな感じです。結構いいな全部。次はブルーライトカットですね。ブルーライトカットでどのぐらいこう画面が黄色っぽくなるのかとか、その辺チェックしていきましょう。そしたらちょっと今画面触っちゃったんで、この元々入ってる拭き上げシートで拭いてみますか。まずはこちらの拭き上げシートでアルコールで拭いてあげる。そうしたらクロスで拭いて、ホコリが入ってた場合はホコリ除去シールでホコリを取るって感じです。もうめちゃめちゃ慣れてきた。あれだね。アンチグレアじゃないやつは気泡ほぼ入んないですね。アンチグレアはちょっと気泡入りやすい感じ。こんな感じで完璧に貼れました。ブルーライトカットちょっとよくわかんないねこれ。極端に色が薄くなる、暗くなるとかもないですね。で、実際にブルーライトカットされてるのかチェックするためにこんなものを用意しました。こちらはブルーライトですね。で、これをここに照射するとこんな感じで紫になります。これがどのくらいなくなってるのかっていうのをチェックしましょう。まずはベルモンドの普通のフィルム越しにやってみます。はい、普通に紫になりますね。このブルーライトカットフィルムはというと、すごい。このブルーライトカットフィルム越しだと、ほら全然ちょっとめっちゃ近づけると紫になるけど、これフィルムがないとこれなんでね、これがこうなると、このカット具合すごいです。両方とも貼ってみました。普通のフィルム、ブルーライトカットいきます。シュー、もう直でつけてます。はい、結果はこちら。全然違いますね、こんな感じ。なのでブルーライトカットの効果はめっちゃあります。これはいいですね。普通のフィルム買うならこっちのブルーライトカット選んでみてもいいような気がします。こちらは目を守りたい人とか、あとは子供に持たせるスマホに貼るのもかなりいいと思います。太陽光の下だと青いフィルターを通した感じになるので、そこだけが欠点。続いてラストはアンチグレアのブルーライトカット。そしたらちょっとこのでっかいホコリ入ってる状態でいきましょう。かぶせて引っ張ってスワイプスワイプ、こんな感じでかなり綺麗に貼れました。で、画質はさっきのアンチグレアと一緒ですね。で、ブルーライトカットされてる感じはないんですけども、剥がしてこのフィルムにやるとつきます。こっちはかなり薄くなりますと。この近さでポンポン、全然違います。ちゃんとブルーライトカットがついてます。これも子供とかに持たせたいとか目を守りたいっていう人で、なおかつゲームをやる人、これめっちゃいいんじゃない？アンチグレアで指の滑りもいいし、目もちょっと守ってくれるっていう、そういったフィルムです。これは本当に個人によるね、どんな用途に使いたいのか、さっきねフィルム貼るごとに言ってみたので、ぜひそちらを参考にしながら貼ってみるといいと思います。で、こちらベルモンドのフィルムに関しては 25% オフのクーポンコードあるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。
ということで iPhone 16 Pro いかがでしたでしょうか。個人的にはやっぱりマイクの音質の向上っていうのが結構嬉しいと思いました。カメラコントロールに関しては今後の進化に期待っていう感じで、超広角に関しては僕もともと1倍で撮ることあんまなくて2倍で撮ることが多いので、あんまりね恩恵っていうのはないんですけども、超広角をよく使うとか、あとは1倍でマクロしたい、そんな方にとっては結構嬉しいアップデートになってます。望遠に関しては正直これは好みですね。僕今までの3倍も結構好きで、室内だと3倍レンズっていうのがかなり使いやすくて、で5倍レンズに関しては室内だと基本的に撮影距離が足りなくなるのであんまり使うことはできないです。ただ外で撮影するとこの5倍レンズかなり綺麗な写真とか雰囲気のある映像とかを撮ることができるので、そういった点はいいポイントですね。で今回紹介したベルモンドのフィルムに関してはもともと安いのにさらに 25% オフのクーポンコードがあるので、ぜひそちら活用して安くガラスフィルム購入してみてください。特に個人的に推してるのがこのプロシリーズでも黒縁があるっていうことですね。そんな感じで今後も iPhone 16シリーズ検証していきますので、 iPhone 16に興味があるっていう方はぜひチャンネル登録お願いします。以上、バイバイ。